こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、ホンダの狩猟犬ことダックス125です。ヤングマシンが追いかけ続けたホンダ復刻シリーズの4代目、ホンダの 125cc ファンバイクだな。開発インタビューのサムネイルが女性だったので、女性開発者なんだ。通りでかっこ可愛いバイクだなと思ってたが。あれはインタビュアーさんでした。で、現車は見てきたのか？もちろんです。大阪モーターサイクルショーで見て、またがって、座り心地を楽しんできました。その様子をしっかり動画にしてくれたってわけか。それが、機材トラブルで写真に収めたのは数枚でして。何やってるの？なので今回は、あまり知らないダックスの歴史とスペックを考察していきますね。おう、よろしく頼むぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じです。1、ダックス125点。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。今回ダックスの歴史を調べたのですが、カラーやバリエーションがわんさかあって、当時から人気が高かったことを知りました。犬だけに、モンキーに続きダックスは車載を考慮したファミリーバイクで、実は今回の復刻で3回目の登場です。1995年に一度復活してたのか。全く知らなかった。でもダックスのことは、黄色い変な形のやつって感じで、記憶に残るバイクだな。それでは、ホンダのレジャーバイクの歴史を語るには外せない、ダックスの歴史をサクッと覗いてみましょう。じゃ、輪締め、か。1、ダックス125点。昭和の名車 ST50 ことダックスが一回り大きくなって復活です。発売予定日は7月21日で、販売計画台数は8000台とミニモト原付2種のファンバイクとしてはかなり多めの台数です。やる気だな。今回は復刻記念ということで、ダックスの歴史から小ネタをいくつかピックアップしてみましたので、歴史とともにサクッと振り返ってみましょう。モンキーに次ぐロングセラー。そうなんだ。そうなんです。最近復活したモンキーの初代は1961年、ダックスの初代は1969年ですね。人気を獲得したのは1970年代。個性的なタイプも発売されました。このバイク、確か子供の時に乗った記憶があるんだけど、二人乗りすると足にマフラーが当たって熱かったし、足の置き場がないし、恐怖バイクってイメージしかない。当時のダックスは一人乗りですが、時効ですね。まさかそのバイクが令和時代に蘇るとはな。ハンドル分割で車に詰める、初代。ハンドルが分割？と言っても、壊れてるわけじゃないですよ。知ってる。ちなみに、ホンダの車積載お出かけバイク企画の第一弾はモンキーなんですよ。ほほう。モンキーはハンドルバーを折りたたみ、車載モードに変形できたんですけど、ダックスはフロントフォークごと外して車載するんですよ。これ、車体が横倒しだけどガソリンは漏れないのか？もちろん大丈夫。ガソリン漏れ防止考慮がされています。で、この前輪部分はどう運ぶの？それは、みんなで考えよう。で、さらに車載用に特化したのが、シティと同時開発された元コンポですね。今見ても可愛い。これ、当時価格で8万円ですけど、今の相場は30万円ぐらいですね。ほんと、最近のバイクは古くても新しくても高いな。おなじみのダックススタイル。ダックスという社名は、胴長スタイルで原産国がドイツの狩猟犬が由来ですね。ダックス顔といえば、川島直美さん。何その思い込み。で、今回の新型は、胴長というより首長じゃないか？首長ならキリンさんじゃないのか？キリンに出てきたのはモンキーですけどね。何その無理やりバイクネタ。で、当時のダックスの宣伝文句は、洒落たデザインの、全く新しい二輪車で、名前もダックスホンダと、ダックスフントとよく似た互換でした。まさに愛玩バイクだな。ダックスはバリエーションモデルも豊富で、アメリカン仕様のダックスホンダ ST50M とか、オフロード仕様のマイティダックス ST90。縦置きエンジン搭載のノーティダックスホンダ CY50 など、面白いモデルもありました。新型でも登場するかな？基本スタイルはどれも同じだし、パーツ交換で俺だけのダックスを作るのも楽しそうですね。ダックスのライバルたち。ホンダのダックスが復活したってことで、過去の他メーカーダックス対抗バイクを調べてみました。どうだった？そりゃもういっぱいで。昔はおおらかな時代だったから、かなりの極物もありましたね。どれどれ？まずはヤマハで、ポッケとフォーゲルです。あら可愛い。折りたたみ式のハンドル、ガソリン漏れ防止バルブ付きタンク、ダックスと同じく車載を意識したモデルでした。お次はこちら、ボビーです。これは、かなりダックスだな。で、パテはいないのか？いません。お次はスズキのホッパー、エポです。これもなかなか際どいな。首長な感じとアップマフラーは、やっぱりダックスを意識してますね。最後は川崎の 75MT です。モンキー対抗バイクです。なんかこの色、気になる。先日発表されたモンキーコビークローバーカスタムエディションのカラーと見事に被ってますね。グリーンだと、何を見ても川崎車に見えてしまうな。このように、自他ともにたくさんライバルがいたわけです。1970年代はレジャーバイクがそれだけ大人気だったってことか。
今回のダックス復刻で、メーカーを超えた復活劇が見れたら面白そうだ。それはないないない。次のホンダの復刻シリーズは？この調子だと、次の復刻バイクも期待せずにはいられない。個人的にはモトラとか、マグナとか、受け狙いでハミング、とか。で、モトラはごつい系のオフロードレジャーバイク、マグナは 50cc のアメリカンですね。ハミングは、体を張ったネタになりそうですね。で、我らがヤングマシンでも復刻特集記事がありまして。ほうほう。ホンダネクスト復刻125総選挙、投票結果発表の結果を見てみると、3位はモンキー R125、2位は XR125R、1位はモトラ125でした。ガチスポーツ、スモールオフ、流行りのアドベンチャー、ってところな。レイムはどう思う？見た目のインパクトならモトラでしょう。それかモンキーの燃料タンク増加版のゴリラ。本命はアメリカンのマグナですね。なぜ？復刻シリーズもオールジャンルを揃えたいじゃないですか。さすが A 型。ダックスの小ネタについてはこんなところですね。お次はダックス125のスペック考察といくぜ。2、スペック考察。カラー&デザイン。ダックスのカラーリングは、こちら。パールネビュラレット。パールカレットグレー。ダックスといえば、赤のボディに黄色のロゴって思ってましたが、新型では黒でまとめられました。先代にもついてたマットガードも装着されてるし、ちゃんと首輪をモチーフにした縦のラインも残ってるし、復刻版のデザインも抜け目なしだな。キーシリンダがあった部分には、ウィングバッジがついて高級感アップです。で、バッジといえば、ダックスフントをモチーフしたエンブレムもしっかり残ってるな。このダックスのイラストは、初代と新型では微妙に違うんですよ。あ、確かに。新型ダックスは耳が風になびいてて可愛いぜ。ちなみに、ダックスって国内専用モデルなのか？違いますね。ホンダ UK のラインナップにも掲載されてました。このデザインだと、欧州の街並みを走る姿も似合いそうだ。二人乗りできるし親密度も密着度もアップだ。誰と？エンジン。復刻シリーズではおなじみのエンジンで、123cc の空冷 OHC 単気筒。最大出力 6.9kW9.4 馬力 7000rpm、最大トルク 11N 1.1kg F5000rpm です。エンジンの排気量は同じでも、車種によって色々味付けを変えてますね。そうなのか。他の復刻バイクと同じスペックじゃないんだ。はい。エンジン出力は同じなんですが、発生回転数が微妙に違ってます。モンキー125と比較すると、エンジンスペックは 6.9kW6750rpm、最大トルクは 11N F5500rpm ですね。微妙な違いだな。ダックスのキャラクターに合わせたってことかな。ダックスは2人乗りで、AT 限定免許で乗れるクラッチレバーレスの自動エンジンクラッチ採用です。4速ロータリー式だな。主がうまく操作できないやつだ。普通のタイプでよかったのに。なんでこうなった？これは子供に運転させて、バイクの楽しさを教えるためですよ。そうなのか。今後は電動化で自動変速になり、足での変速はどんどん減っていくでしょう。ダックスの PV にはお子様が出てきてますし、機械を操作して動かす楽しみを知るには、もってこいのバイクじゃないですかね。クラッチレスはね。もうしばらくは、こうしたバイクを、庶民価格で残しておいてほしいぜ。フレーム、足回り。先代ダックスの T 字型のバックボーンフレームは、薄い鋼板をプレスし左右対称に作り、それを貼る合わせて作るフレームです。普通ならパイプフレームにカバー装着、って考えるよな。メリットとしては量産が効くので、製作コストが安いんです。このプレスフレームって方法は、ダックス用に開発された技術なのか？違いますよ。始まりは株ですね。最新は ESAF スマートアーキテクチャーフレームといって、鉄合金をプレスして作ります。車体の軽量化に貢献できる、って話です。ダックスのモナカフレームは、これまでの技術進化が詰まっていますね。モナカだけに。で、車体サイズはどんな感じ？全長 1760mm、全幅 760mm、全高 1020mm、シート高は 775mm ですね。実はこのサイズ、グロムとよく似てるんですよ。ほうほう。ほら、比べてみるとこんな感じ。確かに似てる。腰下はほぼ同じだし、サイズ感を確かめるならグロムにまたがってみてもいいですね。ダックスは自転車のようにフレームの上にまたがれるから、シート高に不安があってもこの方法でなんとかできそうだな。主要装備。それじゃ、お次は主要装備です。一気に行きますね。タンデムも快適な広々シート。PV では2人乗りシーンがたくさん映ってましたね。これだけでかくて厚いと乗り心地は良さそうだ。アップマフラー。ダックスの特徴パーツ、アップマフラーです。カバーもついて、耐熱対策もバッチリだ。フル LED ライト。ヘッドライト、ウィンカー、テールライト、全部 LED 化されてます。ライト関連はモンキーと同じだな。デジタルメーター。モンキー同様、瞬きアニメーション付きのデジタルメーターです。最近は全部このメーターだな。もうアナログメーターは全滅なのか。いや、そこはカスタムしよう、ってことですよ。きっと、モンキー125でアナログメーター化してる人もいるし、ダックスでも多分できると思いますよ。そうか。なら久しぶりにコネクタ製作してみるか。決戦を間違えて、バイクを壊さないでくださいね。価格。最後は価格です。
さて、1995年モデルのダックスは 19.8 万円でしたが、新型ダックスのお値段は？新型は44万円です。約 45% アップだな。給料も 45% アップ、してないですね。でもこの価格設定、どこかで見た気がするけど。鋭いですね。モンキー125、C125、ハンター株。ホンダの復刻系バイクの価格は、今のところ全部44万円なんですよ。そうなのか。じゃ、この後復活するモトラも44万円か。それだと面白いのですが、あと、高級ダックスみたいなのはあるの？ありませんね。でも、面白いオプションパーツはありますよ。北コのビッグフット、SP 竹川のセンターキャリア、ツーリングバッグとかです。もちろん、純正オプションでグリップヒーターありです。いい時代だ。っていうか、これで欲しい。それじゃ、お次はライバル比較で、マリサに合うバイクをチェックしますか。3、ライバル比較。今回のライバルは、こちらです。ホンダ、ハンター株。ホンダ、モンキー125。ホンダ、CB125R。全部ホンダやん。ま、125cc をこれだけ揃えているメーカーは珍しいですから、比較しがいがありますね。スクーターの PCX は比較しないのか？今回はスポーツレジャーバイク縛りってことで、それじゃ、比較します。比較表、ドン。価格。一番高いのは CB125R ですね。先に話した通り、復刻トリオの価格は44万円、税抜き40万円です。絶妙な価格設定だよな。ローン組めばいけるし、一括でもなんとかなりそうだし。おじさんたちの小遣い事情をしっかり調査してますね。でもこれだけ復活シリーズが充実してくると、一体だけってのは選びにくいな。サイズ。走り優先の CB125R が一番大きくて重いですね。シート高は 815mm、重量は 130kg です。CB125R は CB250R とほぼ同じ車格だからな。パワーで決めるか、取り回しで決めるか。それなら今回はお気に入りのデザインで決める、でしょ？そうだな。やっぱり見た目が気に入ったバイクはいつの間にか車庫にあるからな。それプラモでしょ？エンジン。CB125R は他社より4割増しパワーです。DOHC 化と回転数アップで、同じ排気量でもこんなに違うのか。ですね。燃費は車重が 104kg と一番軽いモンキー125がリッター 70kg でトップですが、航続距離は燃料タンク容量10リットルの CB125R が 468km で一番です。燃費も良くてデザインもいい。125cc クラスって優等生ばかりだな。と、言って放り投げてみた。さて、マリサさん。今回のダックス考察はいかがでした？キャッチコピー通り、懐かしくて新しいバイクだったぜ。このデザインなら、子供たちも後ろに乗ってくれそうですね。音も静かだと思うし、バイクを怖がることはなさそうだしな。でも親の趣味に子供は大抵無関心ですし、今はジャニーズに夢中でバイク成分ゼロ。残念ながら、子供を出しにバイクは買えませんね。どこで間違えてしまったのか。というわけで今回のお話は以上になります。お次は青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。いよいよ4月8日、9日10日の3日間、名古屋モーターサイクルショーが開催されますね。合同オフには、有名なバイク系 YouTuber の方々がたくさん参加されます。青月は、屋外のマーさんガレージブースに9日の10時から15時までいますので、お気軽にお越しくださいね。どこで開催するの？愛知県のセントレア空港島内にある、愛知県国際展示場です。女性、高校生以下は入場無料だぜ。で、気分はどうだ？どうやら、時間が経つにつれ場違いなことをしてしまったと、今更ながら少しひよってるみたいです。ひょっとしたら寂しさに負けて、展示会場をブラブラしているかもしれません。じゃ、せっかく来てくれた方はどうするんだ？そんな方のために、当日は一冊のノートを準備しました。昔ゲーセンによくあったコメントノート。もし主がブースにいなかったら、このノートに一言残しておいてくれ。その内容は、今後の動画で紹介させていただくつもりです。じゃあ、会場でお会いしましょう。では、今回はこの辺で。それでは、See you!